皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は東京都文京区にやってまいりました。と言いますのも、少し前にあるドラマを私見まして、そのドラマがなんと日本の神様が登場するという内容だったんですよね。で、タイトルが全領域異常解決室という、もうタイトルからして何のこっちゃというね、ちょっとね不思議なドラマだったんですけれども、登場しているのが、主人公広瀬アリスさん演じる雨のうずめの御事だったりとか、あとは猿田彦の御事、あと豊受の狼ですとか大月姫が出てきたりと、もうね日本の神様好きの方だったらもう絶対に見ている、そんなね、もうなんか本当に、見ている人もピンポイントに絞りすぎてるんじゃないかなっていうようなね、そんなドラマだったんですけれども、そのねドラマの要になっている、事件の犯人ともいえる存在がヒルコだったりとかですね、もう古事記の世界や日本の神様の世界をすごく楽しめるドラマだったんですよね。で、そんなドラマに登場していた、神社が、ここにあるということで今日はやってきたんです。ドラマの聖地にもなっておりまして、またですね最近話題になりましたアイドルグループタイムレスありますよね。ものすごく今盛り上がっていますけれども、このねタイムレスのファンの方たちもたくさん訪れているという、そんなね神社なんです。さあ、どんな神社なんでしょうか。それではこれから上がってみたいと思います。最寄りの駅は東京メトロ後楽園駅。ここから大通りを西へと進んでいきます。左手には東京ドーム。とこママ情報局、結構この界隈来ることが多いです。この日も真っ青な青空、気持ちよい参拝になりそう。大通りから一本横道へ入ると一気に静かな住宅街、人影もないですね。駅から10分ほど歩いてきました。大きい通りから一本ね入りますと静かな住宅街なんですけれども、ありましたね。突然鳥居と石碑が見えてきました。すごい、こういう感じなんですね。北野神社の石碑が立っています。鳥居がねちょっと変わった鳥居なんですよね。牛天神の提灯、両側にね石の柱が立っていて、この部分がね木でできていますね。面白い。牛天神北野神社に到着しました。本当に一般の住宅と住宅の間に鳥居があって、その間の参道をこれからね進んでいきたいと思います。それでは失礼いたします。結構な階段がありますね。紫の上り梅鉢門、社門もねありますね。こちらにはよく見る石の明神鳥居がありますね。一番上まで来ました。失礼します。正面にはおみくじの結びどころ、牛をかたどっていますね。ちょうどね桜もちょっともう終わり、見納めといった時期なんですけれども、まだまだ綺麗です。嬉しい。綺麗。結構この桜の木
古い木なんじゃないでしょうかね。幹がね太いです。で枝も本当に広がっていて、それでもねこんなに綺麗に花を咲かせられるんですね。わあ、すごい。さあ、そして参道を進んでまいりますと、こちらが手水舎になります。この手水舎もちょっと変わった蝶々鉢。そして上の水の出る部分が梅の花になっています。天神様らしくていいですね。かわいい。そしてこの手水舎の向かい側にはご神木があります。ちょっと珍しいですね。なんて書いてあるのかちょっと字が消えていて、もっさく、初めて聞く名前です。樹齢100年の木国という木でした。願いが叶うと言われているそうです。ここへ来てようやく御社殿の正面ということになります。まさにねドラマで見た神社の御社殿です。そしてねドラマの中でも多分ねこちらの建物映ってたんですよね。ここがなんかねその本部になっているというね、そういう場所だったと思います。ここは牛田神会館となっていますね。狛犬も色が黒くてなかなか年季が入ってますね。その隣にはこの看板もね、ご由緒書きとても古いです。正式な社名としては北野神社なんでしょうね。括弧で牛天神と書いてあります。御祭神菅原道真公です。鎌倉時代、源頼朝公がこの地にあった岩に腰掛け休まれていました。するといつしかうとうとと眠ってしまい夢を見ました。その夢に牛に乗った菅原道真公が現れ、汝に2つの吉事ありと告げられたのです。そのお告げ通り翌年に頼家が誕生し、戦にも勝利したことで頼朝公は報恩感謝でこの地に社殿を建立しました。それが牛天神北野神社の始まりです。そして天神様ですので、なで牛があるんですが、参道のね、右側と左側にまるで狛犬のようにね鎮座していらっしゃいます。菅原道真公が牛をこよなく愛していたことから天神社には大抵なで牛があります。撫でると願いが叶うとか、撫でた部分の自分の体の悪いところが良くなると言い伝えられています。この牛天神には元祖なで牛ともいえる伝説の石もありますので、後ほどご紹介しますね。まずは御本殿に参拝します。金色の豪華な扁額に北野神社と金色の文字が刻まれています。紫の幕には天神様の御社紋である梅鉢紋。天神様は一般的に学問の神様菅原道真公にあやかって学業成就のご利益があるとされていますが、ご由緒を知る限り人生に吉をもたらすあらゆるご神徳がある天神様と言えそうです。
さてそれではこの神社の要ともいえるご神体を見に行きましょう。お社殿の前に、大変この神社では重要な石が置かれています。置かれているというか、もうここにあった石ですね。はい、創建に関わるこちらの大きな、石、岩なんですけれども、実はこの岩に源頼朝公がお座りになって休憩をね取られていたと、そんな時にご優勝でもお話ししました夢をご覧になった、そういった石なんですね。でこの石を撫でながら、お願い事をすると叶えてくれると言われている石です。この石こそ天神様の撫で牛の発祥であると伝えられ、牛天神の始まりとなった願い牛。誠心誠意純粋な気持ちで願うことが大切です。牛天神北野神社にいらっしゃったら、ぜひこの願い牛を撫でて願いをかけてくださいね。牛をかたどったおみくじの結びどころ。おみくじが結ばれていくと白い部分が浮かび上がり、牛が完成します。参拝された方の思いが目に見えて形になっていく、そんな結びどころですね。さてこちらの境内社にも今日は注目したいんです。太田神社と高木神社が合わせて祀られています。太田神社には芸能の神雨のうずめの命と道の神猿田彦の命の夫婦神、そして高木神社には羽化の御霊の命が祀られています。雨のうずめの命はドラマ全領域異常解決室で広瀬アリス演じる天の子夢とされていて、ここでこの神社とドラマのつながりが見えてきます。なぜこの神社がドラマの舞台として選ばれたのか、神社の方にもいろいろお伺いしましたが、ある日ドラマの制作関係の方が突然いらっしゃって、ここでドラマの撮影をさせてほしいと言われたそうです。雨のうずめの命が祀られているこの境内社こそドラマ撮影の舞台としてふさわしい場所だとお考えになったのでしょうね。ドラマ自体もミステリーでさまざまな考察が行き交う内容でしたので、撮影の裏側までつい考察したくなります。もう完結したドラマですが、なんとなくもやっとした不気味な後味が残る終わり方でしたので、もしかして続編があるかもなんてファンの間ではちょっとした期待もあるようです。そんなドラマの聖地に足を運べて大満足でした。絵馬掛けを見てみましょう。天神様らしく合格祈願の絵馬、伝説の願い牛の石がデザインされた絵馬もあります。そしてもう一つ聖地となっているのがわかるのがこちら、タイムレスのファンが奉納された絵馬です。推しの名前も書いて切なる願いが込められています。というのも話題となったタイプロで佐藤勝利君と候補生4人がこの神社を訪れたらしいのです。境内社太田神社のご祭神雨のうずめの命は芸能の神様とされているので、芸能界での活躍を願いに訪れたのだと思われます。またこの牛天神北野神社は東京ドームの氏神様でもあるので、いつか東京ドームでライブをというタイムレスとしての祈願をされたのかもしれませんね。以来タイムレスのファンが多く訪れるようになったそうです。私もタイプロちょっと見ていてタイムレス応援したいなと思っていたので、聖地に来れてワクワクしました。最後に御朱印を授かりました。この牛天神北野神社は御朱印の種類がとても多いんです。干支、季節の花、祭礼に合わせたものなど、ホームページをざっと数えただけでも18種類ありました。兼務者なども含めるともっとあるかと思います。ただほとんどの御朱印が期間限定土日のみの頒布ですので、
詳しい御朱印の情報は神社のホームページをチェックしてくださいね。はい、牛天神北野神社いかがでしたでしょうか。もうね、まさにドラマ全結に登場する神社でしたね。いや、もうすごくワクワクしてしまいました。そのドラマはね、もう終わってしまったんですけれども、なんとなく不思議な終わり方だったので、続編があるんじゃないかななんていうことを実は期待しています。日本のね、神様に興味のある方、古事記のね内容とかともかぶってきますので、もうそんな方はもちろんねご覧になったと思いますけれども、まだねご覧になっていないという方は、ネットなんかでね、ご覧になれるようなところもあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てみてください。こちらの牛天神北野神社も登場します。またね、タイムレスのメンバーが参拝した神社ということで、若いねファンの方も、最近はたくさん訪れているようです。いやー、そして、素敵なね御朱印もたくさんあります。土日祝日限定なんですけれどもね、可愛い御朱印授かりたいなというね、そんな方もね、ぜひこの牛天神の北野神社のホームページも、ご覧になってみてください。可愛い御朱印がたくさん紹介されています。いやー、牛天神北野神社参拝できてよかったです。牛天神北野神社から歩いて5分ほど、後楽園界隈で人気のお蕎麦屋さんまいせんさんにお邪魔しました。茨城県産日立秋そばの看板がありますね。全国の蕎麦職人から最高峰の評価を得ているブランド品種なんです。いやー、これはワクワクですね。こちらのメニュー表、写真がちょっとピンボケですみません。平日限定豚せいろが気になります。ということで豚せいろをいただくことにしました。温かい汁の方に豚肉が入っています。珍しいですね。店内はカウンターを入れて10席ほどのこじんまりとしたスペース。開店と同時に満席になったので、撮影は最小限にとどめ、静かにささっといただくことに集中しました。これが噂の日立秋そば。二八そばでちょっと細め、白くてとてもツヤツヤしています。では、いただきます。そばの香りが豊かで上品。噛めば噛むほどうまみが強くなり、パンチのある豚肉の汁とのバランスも絶妙。汁と具材がそばの味を一層引き立てていて、これは美味しい。普段食べているお蕎麦とはあまりにも違っていて、さすがこだわりのお蕎麦だけのことはあります。あっという間にお蕎麦は完食。最後には蕎麦のうまみが凝縮された蕎麦つゆも楽しみます。豚の脂が溶け出してほんのり甘くなった汁がさらに美味しくなって、最後の一滴まで堪能しました。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。